こんにちは。今日紹介するのは The Library です。昨年発売された本ですが、今年読んだ中でランキングをつけるのなら、この本が今のところ一番の面白さです。この作品のように物語の舞台が書店や図書館であったり、読書好きな登場人物が物語にいると、それだけで少し気分が上がります。特に本書では後で説明するように主人公が読書にハマる様子が面白く自分の読書欲を上げてくれました。ただタイトルの通り図書館がこの物語のキーワードになってはいますが話の軸はそこには置かれていません。図書館はあくまでもきっかけやつながりを与える存在として物語に登場し本書の主役となるのは本や図書館ではなく2人の主人公を中心とした人間模様です。著者はイギリス人作家のベラ・オスボンさんです。ロマンスのジャンルで普段は活躍されていますが、本作はロマンスの小説ではありません。昨年の9月に発売された作品で、翻訳は2020年3月現在されていません。物語の設定、構成、雰囲気から、そのうち映画化されてもおかしくないような作品のように感じました。イギリスが物語の舞台になっており、16歳のトムと72歳のマギーがこの物語の主人公です。本書はトムが語り手のパートとマギーのパートで交互に話が進んでいきます。ただ少し変わっていますが、マギーのパートでのみ三人称視点が使われています。それではあらすじに入ります。トムは8歳の時に母親を亡くしており、父親と2人で暮らしています。学校では目立たない存在で、16歳のトムは大学に進学するための GCSE という試験を控えています。日本とイギリスでは教育制度が大きく異なるため、少しここで解説を加えます。イギリスでは義務教育が16歳までとなっており、GCSE という試験を受験します。大学進学を目指す学生はその後 Sixth Form という課程に進みます。トムはぼんやりと大学進学を考えていますが、何か明確な目標があるわけではなく、父親とも進学については考えが異なります。父親とはいろいろと衝突することはありますが、父親の体のことを常に心配したりと心優しいことが見て取れます。2人目の主人公マギーは牧場で一人で暮らしており、羊の世話をしています。ただ動物の世話や牧場の手入れだけでは時間を持て余している様子で、毎週土曜日には図書館に通い読書会に参加しています。そんな2人ですが、トムが久しぶりに足を運んだ図書館で出会うことになり、年齢の離れた2人の交流が始まります。家庭に様々な事情を抱えた登場人物がお互いに助け合い、希望を見出していく様子が温かく描かれています。2年ほど前に読んだ本で、ユーモアに満ち、温かさにあふれた The House in the Cerulean Sea という作品があります。少しファンタジーの世界観のこちらの方も素晴らしいのですが、本作で語られる物語はより身近であり、多くの人間が抱えるような悩みもわかりやすく描かれています。主人公2人の年齢が16歳と72歳ということもあり、背負っている悩みや思いは異なります。読者の年齢により共感するポイントが異なるかもしれませんが、それすらもこの本の魅力の一部なのかもしれません。本書は非常にわかりやすいハートウォーミングな作品です。文学的な細やかな描写はありませんが、エンタメ作品として多くの人が手に取りやすい作品に仕上がっています。本書も含め、このような作品は結末の予想がつきやすいのですが、それは逆に言えば明るい結末が待っているという安心感を読者に与えてくれるということにもなります。最後に僕が好きになったこの作品独特の魅力を一つ紹介します。序盤を中心にですが、本作ではトムが図書館で様々な本を借りてきます。しかし彼はひょんなことからロマンスの本を借りることになってしまい、そして意外にもこのロマンスというジャンルにハマっていくことになります。僕は小説の中で唯一ロマンスというジャンルだけは読むことはありません。しかしトムが名作から流行りのものまで手当たり次第に読んでいる様子を見ていると、自分にも興味が湧いてきました。男の子としてどんな気持ちでロマンスを読んでいるのかという彼の気持ちもなかなか斬新で面白かったです。
というわけで今回は The Library の紹介でした。それではまた次の動画で。